レンタカーで事故を起こしたらどうなる？焦らないで。この動画でしっかりと予習しておこう。アイレンタカーチャンネル。皆様こんにちは。アイネットレンタカー広報担当のアイです。このチャンネルではレンタカーにまつわるお得な話や新情報を発信していくので、免許取り立ての学生さんや会社でレンタカーを検討している会社員の方はぜひチャンネル登録とグッドマークお願いします。今回はレンタカーで事故を起こした時、自分がやるべき対処法を順番に説明していきます。安全運転でお願いしていますが、人間なのでどうしても事故を起こしてしまう場合もあります。事故を起こした時はいろいろな場面が想定されますが、今回は例として、1、同乗者がいる。2、怪我人がいる。3、事故相手がいる。このパターンでの対処を説明します。もしこんなパターンでの対処法を教えてほしい場合、コメントで書いてくださいね。まず大事なのは事故を起こしたら怪我人がいるかどうかを確認してください。怪我人がいる場合、必ず最初に救急車を呼んでください。その後、警察と借りたレンタカー会社に事故を起こしたことを電話してください。弊社の場合、048-812-8601に連絡ください。借りる予定のある場合は電話帳に登録しておくことをお勧めします。弊社の場合は連絡を受けた後、新しい車で事故現場まで駆けつけます。もしも深夜などでスタッフが対応できない場合、提携の保険会社のロードサービスがあるので24時間365日対応いたします。ただしエリアによっては有料となる場合もあるので事前にご確認ください。そして保証内容ですが、今回は相手がいるので保証対象になります。基本的に相手がいる場合は保証対象に入ります。安心してくださいね。その保証内容ですが、事故相手に対しては対人・対物面積は5万円です。さらにお貸しした車両保証面積が5万円ついているので、たとえ100万円の修理の請求が来ても5万円以上の金額は保険でカバーできます。さらにはノンオペレーションチャージという制度があります。このノンオペレーションチャージとは何かというと、事故で壊れてしまったお車がお休みしている間の営業保証です。法令上で自走可能の場合2万円、自走不可能の場合5万円の請求となります。以上が今回の基本的なパターンの流れです。ある程度知識を入れておけば、万が一事故を起こした時も焦らずに対処できますね。今後もレンタカーのコスパ比較やレンタカーにまつわる有益な情報をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは素敵なレンタカーライフを。アイレンタカーチャンネル。アイネットレンタカーでは東海、関東、関西と全国3エリアを拠点に広範囲にレンタカーをお貸し出ししております。レンタカー予約は電話かホームページにて簡単予約。そして何よりも魅力的なのは配送サービス。お客様は待っているだけで大丈夫。さらに急な大量配車や雪道装備もしっかりとサポートいたします。もちろん海外の方もお待ちしております。楽しいカーライフをお得に。レンタカー専門情報チャンネル、アイレンタカーチャンネル。このチャンネルはアイネットレンタカーの提供でお送りしております。チャンネル登録よろしくお願いします。